皆さんこんにちは。隠し通路のありかのパチです。今回はサイバーパンク2077の街並み紹介第2弾として、前回に続きワトソン地区を歩いています。そして今いるのがこの歌舞伎です。歌舞伎と聞いて多くの人が思い浮かべるのは、この入り組んだ路地裏ではないでしょうか。狭く曲がりくねった道が幾重にも重なっていて、油断するとすぐに自分の位置がわからなくなり、街そのものが迷路のようです。今回のテーマは、歌舞伎の迷路が生んだものとは？なぜこの街はここまで複雑な構造になったのか？そしてその迷路のような街並みは歌舞伎に何をもたらしたのか？この街を実際に歩きながら、その理由と背景を紐解いていきたいと思います。それでは始めましょう。それでは歌舞伎の街を歩きながら、この迷路を体感してみましょう。コーラル通りにやってきました。通り沿いには飲食店が並んでいます。通行止めのようですが、ここから裏路地に入れそうなので入ってみましょう。裏路地に足を踏み入れた瞬間、急に視界が狭くなり、細い道が奥へと伸びているのがわかります。狭い路地には店がびっしりと並び、人の姿も多く見られます。裏道にもかかわらず、とても賑わっていますね。見通しの利かない道を進んでいくと、アレン通りに出ました。向かい側にもまた細い路地があるのが見えます。せっかくなのであちらにも入ってみましょう。ここでも同じように狭い裏路地が続いています。しかし今度は道が分かれていて、先ほどよりもさらに入り組んだ印象です。こうした路地が歌舞伎の街中に無数に張り巡らされているのです。裏路地といえば、室外機と剥き出しの配線。この武骨さが魅力の一つですね。しばらく歩いて、ようやく少し開けた場所に出ました。しかし、歌舞伎の迷路はこれだけでは終わりません。ここにあるはしごを登ってみましょう。するとその先には、また別の空間が広がっていました。広場の周囲には屋台が並び、地上と変わらない街の風景が建物の上にも存在するのです。さらに階段を登っていくと密集したバラックが現れました。建物の上に建物が重なり、街が縦方向に増殖しているのです。別のビルの屋上と連結され、屋上にもう一つの街が形成されているかのようです。このように歌舞伎は裏路地という平面的な迷路に高低差という縦方向の複雑さが加わることで、まさに立体迷路と呼ぶにふさわしい街になっているのです。ぜひ一度ミニマップを見ずに歩いてみてください。実際に歩いてみると、この街の複雑さと迷う感覚を体感できると思います。ここまで歌舞伎の街を歩いて、その迷路のような複雑さを体験してきました。では、なぜこの街はここまで入り組んだ構造になったのでしょうか？その手がかりは前回の動画でも触れたワトソンの失敗にあります。詳しい経緯は前回解説しましたが、簡単に振り返っておきましょう。かつてワトソンは日本企業を中心とした複数の企業から巨額の投資を受けていました。しかし、そこに荒坂が介入したことで状況は一変します。投資企業は次々と撤退、開発は途中で凍結され、ワトソン全体は急速に衰退し、地価も大きく下落していきました。この地価の暴落をきっかけに、中国系移民や低所得の労働者がワトソンへ大量に流入します。そこで深刻な問題となったのが住宅の不足です。リトルチャイナには約13万人を収容できる H10 メガビルディングがあります。しかし、それだけでは流入してきた人々すべてを受け入れることはできませんでした。リトルチャイナと歌舞伎はケネディ通りを境に隣り合っています。大通り沿いだけを見ると街並みに大きな違いはありません。ところが、一歩奥の路地へ入ると風景は大きく変わります。歌舞伎側にはお店が少なく、住宅が多く建てられているのがわかります。特にケネディ通り、タイタン通り、パインウッド通りに囲まれたエリアでは、高層の住宅が密集していて、住宅不足に対応しようとした痕跡がはっきりと見て取れます。それでも住居はまだ足りなかったのでしょう。人々は次第に歌舞伎の下層へと向かいます。実は歌舞伎は上層と下層に分かれた立体的な構造をしています。地図上ではすぐ近くに見えるのに、
ナビを使うと大きく遠回りさせられます。その原因が上層と下層を隔てる高い壁の存在です。現在の街並みを見比べると、その違いは一目瞭然。上層は高層ビルが多く、建物の配置も規則的です。それに対し下層は低い建物が多く、空いている土地に無計画に建てたような秩序のなさが目立ちます。つまり住居を失った人々は手つかずだった下層の土地に次々と住居を築いていったと予想されます。当然、計画的な都市設計はありません。建物の向きも高さも配置もバラバラ。その結果として複雑で入り組んだ路地が生まれていきました。しかし、それでもまだ住む場所は足りません。横に広がれないとなると、次に目指すは上です。住人たちは既存の建物の屋上に増築し住み始めます。やがて屋上を行き来しやすくするために、建物同士が橋や通路でつながれていきました。こうして屋上にもう一つの町が形成されていったのです。このようにして生まれた裏路地という平面的な迷路と高低差という立体的な複雑さ。この二つが重なった結果、歌舞伎は平面でも立体でも迷いやすい巨大な立体迷路のような街へと変わっていったのです。これまで歌舞伎が迷路となった経緯を見てきました。ここからは今回のテーマである歌舞伎の迷路が生んだものとはについて迫っていきます。歌舞伎の迷路が生んだものには大きく分けて2つの側面があります。一つは人を引きつける体験価値。ただ歩くだけで発見があり、記憶に残る街になったという表の面です。そしてもう一つは街の構造が必然的に生み出してしまった裏の面です。まずは前者、歩くことで生まれる歌舞伎ならではの体験から見ていきましょう。歌舞伎の路地は先が見えず、曲がり角の向こうに何があるのかは実際に歩いてみるまでわかりません。少し怖さもありますが、同時に強いワクワクも生まれます。この先には何があるのだろう。そんな好奇心が自然と足を前へと運ばせます。まるで街そのものが冒険の舞台になっているかのようです。歩いていると小さな発見が次々と現れます。思いがけない場所に店を見つけたり、建物への入り口かと思いきや、ただの通路だったり、路地裏で突然紅葉した木を見つけることもありました。次に何が現れるのか想像がつかないことが、歩くことそのものを楽しくしています。もう一つ触れておきたいのが圧倒的な生活感です。屋上を歩くと狭い部屋にソファーやマットレスが置かれ、テーブルには食事の残りや酒瓶がそのまま残っています。談笑する住人の姿もあり、中には屋上に即席のゲームセンターまで作られている場所もありました。住む場所がなければ自分たちで作る。不便でも危険でもそこで暮らすという人間のしたたかさがこの街にははっきりと刻まれています。そのような人々が生きてきた痕跡そのものが歌舞伎の価値なのだと思います。複雑な街を探索しながら思いがけない発見を重ね、その先で濃密な生活感に触れる。歌舞伎の迷路が生んだのは生きている街に迷い込む体験そのものでした。夜になると中国風の提灯と明滅するネオンが街を照らし出します。そこで見えてくるのが歌舞伎のもう一つの顔です。日没後の歌舞伎はナイトシティ最大級の闇市場へと姿を変えます。歌舞伎の裏の側面とは闇市場のことだったのです。ここでは様々な品が相場よりはるかに安い金額で取引されています。インプラント、臓器、ドラッグ、裏 BD、ありとあらゆる違法な品が露店や店で売られているのです。では、なぜこの闇市場が歌舞伎に生まれたのでしょうか。それは治安の問題というより街の構造そのものが大きく関係していました。歌舞伎の裏路地は迷路のように張り巡らされ、外から全体を見通すことができません。抜け道も多く、人の流れも複雑です。そのため、監視や取り締まりが極めて難しい構造になっています。さらに、この街には高低差があります。地形としての高低差に加え、違法な増築によって生まれた階層構造です。地図はほとんど意味をなさず、外部の人間ほど迷いやすい。この把握しにくさこそが闇市場にとって理想的すぎる環境だったのです。さらに、スカベンジャーが残虐な手段で剥ぎ取ったインプラントをそこに横流しすることで、現在のような闇市場が形成されました。歌舞伎の街の構造からして、闇市場が形成されるのは必然だったのかもしれません。
このように歌舞伎の迷路は歩くだけで生まれる独特の体験という価値だけではなく、その構造が必然的に生み出した裏の顔も同時に抱え込むことになりました。今回は歌舞伎の迷路が生んだものとはというテーマで歌舞伎の街を見てきました。改めて振り返ると、同じワトソンでもリトルチャイナと歌舞伎は街の成り立ちも雰囲気も大きく異なっています。リトルチャイナはアームランド通りを中心に人と屋台が自然と集まる街です。通りは比較的見通しが良く、人の流れも読みやすい。屋台や店が密集してはいるものの、街全体は開かれていました。一方の歌舞伎は、裏路地と高低差によって細かく分断された街です。視界は狭く、動線は複雑で、外から全体像を把握することが難しい。その結果、生活空間は奥へ上へと折り重なり、迷路のような構造が生まれました。リトルチャイナが人が集まる通りの街だとすれば、歌舞伎は人が潜む路地の街。どちらもワトソンの失敗から生まれながらも、街の構造の違いがこれほどまでに異なる表情を作り出したのです。そのこと自体がナイトシティという街の奥深さでもあり、面白さであるのかもしれません。このチャンネルでは今後もゲームのお役立ち情報をアップしていきますので、よければチャンネル登録と高評価、そしてハイプをよろしくお願いします。X では動画以外にも色々とつぶやいていきますので、ぜひ概要欄からフォローしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。